世界中の皆様こんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日はこちら未生10年の山もみじ植え替えをやっていきます。今までの植え替えを結構サボっていたので根がちょっと大変なことになっていました。今年から犠牲種はまだ伸ばしつつ浅い鉢に入れて粘りもしっかり作っていこうと思います。上の方の根は傷つけないように丁寧に表土を落としていきます。前回の植え替え自体はそんなに前ではなさそうな土の崩れ方ですね。底の方の根はがっつり落としていきたいと思います。一旦長い根は切って見えやすいようにします。ここでなんか違和感を感じています。とりあえずパッと見で太い根を切っていきます。広い範囲をまとめて切るなら股枝切りで、ピンポイントで切るならコブ切りがやりやすかったです。上にある太い根の下側を切っておきます。なんかここがすごい変なことになってます。上に絡んでいる太い根を切っておきました。きれいに削っておきます。ここで違和感の正体を発見。見えますか？割れた鉢の破片ですね。ずいぶん昔にそこから根があまり出てこないように鉢を下に敷くっていう方法をやった記憶もあるんですけれども、多分その後植え替えもしてるんですが、根が絡んでいて見えなくなっていて取り外すのを忘れて何年も経ってしまっていたようです。下の方を削ってオキシベロンを塗って発根させようと思います。最悪発根しなければこの太いところは来年切り落とそうと思います。下からも根が出ているので切り落とすことは可能だと思います。発根促進剤のオキシベロンを塗っておきます。今回はこちらの薄い浅鉢に入れておこうと思います。しっかりと固定しておきます。この辺りがオキシベロンを塗った根があるところなんですけれども、またこちらにもオキシベロンを染み込ませた水苔を詰めておこうと思います。しっかりと押し込んでおきます。しっかりとすき込んで、さっきの割れた鉢の破片で表土を整えておきます。この後に水やりをしてカットパスタが流れてしまったのでまた塗り直しておきました。こんな感じで仕上がりました。今年は犠牲種を伸ばして太らせつつ浅い鉢で粘りも作っていって
枝も細かく作っていかなくてはいけないので、なかなか忙しい一年になると思います。頑張っていきましょう。世界中の皆様こんにちは。盆栽パークパルプンテイです。今日はこちらのケヤキ、去年取り木をして外してあるんですけれども、こちらの植え替えをやっていこうと思います。幹がだいぶ短くなったので、バランス整えるためにまずは枝を揃えてまとめて剪定していきます。細かく一本一本見た方がいいとは思うんですけれども、まだその段階ではないかなと思ってこの方法をしています。長さが一気に揃うので一見綺麗に見えます。懐にある芽を潰さないようにだけ注意した方がいいと思います。だいぶ感じが良くなりました。次はどうしてもいらない枝を切っていこうと思います。今見えてる方が正面なんですが、パッと見でいらない枝が見えてきます。左の幹から右の幹を隠すように出ている枝ですね。これは格好が悪いので切っておきます。だいぶ正面の見栄えが良くなりました。他にも探していきます。次はこれですね。この枝はこう上に上げてもいいんですけれども、隣に細いのがあるのが分かりますかね。この枝ですね。この枝の隣にこちらに細いのがあるので、この枝元がごつくなってきてしまうので、右側の枝は切って左側の枝を使っていこうと思います。次はせっかく細いんですがくねくねとしてしまっている枝があります。こちらですね。こういった細い枝は使っていきたいので、針金で静止していきます。他の枝を折ったり芽を潰さないように気をつけます。今回の場合は針金は軽くかかれば効くと思うので、そんなにきっちり締めなくていいと思います。寒くて手がかじかむし細かいのですごくやりにくかったです。流れに合わせて調整します。初めと比べてだいぶ綺麗になってきました。こういう風に曲がった枝もどうにかした方がいいんですが、とりあえずこの枝は次の芽が出てきて枝が増えた時にまた考えようと思います。ではここから植え替えをしていきます。去年の冬に取り木をかけて、夏前ぐらいに1回外しているので、そんなに根は張ってないと思うんですけれども、ちょっと見ていきましょう。用土も簡単に落ちるようです。上の根は大事になるので傷つけないように丁寧に用土を落とします。まずは簡単に長い根を切ります。根元はこんな感じになってます。特に偏りなく綺麗に出ている根だと思います。太い根を切ります。たくさん細かい根が出ているので根元の方から切り落とします。前後左右で強弱が出ないように均等に切り詰めます。今回はこの鉢に入れようと思います。めちゃくちゃ薄い鉢に入れて足元を作っていこうかなと思っています。
用土があまり入らないので、なるべく入れるために鉢底網は外側につけました。角度や向きに注意して植え付けます。しっかりと固定して用土を入れていきます。用土は硬質の赤玉土 100% です。皆さんの環境に合わせて用土は配合した方がいいと思います。用土の上に出てきた根は切っておきます。この後ティッシュを乗せて灌水するんですけれども、動画が撮れていなかったので、もみじの植え替え動画で代用させていただきます。最後に水苔貼ったりするんですけれども、水苔なかったのと、あとは水苔剥がさなくちゃいけないのでめんどくさいので、ティッシュをかぶせようと思います。楽にできるのと、しばらくしたら勝手になくなっているので、楽ちんです。はい、こんな感じで用土も全然流れませんので問題ないと思います。思ったよりもこの鉢でも結構合ってるかなと思うんですけれども、皆さんはどう感じるでしょうか。去年は結構サボってしまったんですけれども、今年はしっかり葉刈りや剪定を繰り返して枝をほぐれさせていけたらなと思っています。世界中の皆様こんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日はこちらのカエデの植え替えを5分以内で終わらせていきたいと思います。まずは下処理として、枝を剪定したり針金をかけたりしています。剪定や針金かけを冬にサボっていたので今しています。結局植え替えの動画を上げてるんですけれども、このカエデ重大な欠点があるのが分かりますでしょうか。この欠点を解消するために結局はこの後改作をします。その欠点に僕が入手当時から気づいていれば他の方法もあったかもしれませんが、今回大手術になるかなと思います。大手術の動画は次回上げようと思いますので、今回5分間ありますので、もう気づいてる方は気づいてるとは思うんですけれども、どういうふうに僕が直していくか、考えてみてください。僕のやり方が合ってるか間違ってるかはちょっとわからないですけれども、皆さんだったらこのカエデどういうふうに良くしていくかなと楽しみながら見ていただけたら嬉しいです。ではそろそろ下処理が終わりますので植え替えに入っていきます。今回の動画は5分以内ということで、要所要所で動画を編集しています。赤玉単葉なんですけれども、土がべちゃべちゃでした。ダオン鉢の時とかはあまり感じなかったんですけれども、こういった化粧鉢の時にはちょっと赤玉単葉はやめた方がいいかもしれないですね。このカエデは去年の3月13日に植え替えをしていて、その時の動画も上げてるんですけれども、1年でカエデはこれだけやっぱり根が張りましたね。去年よりもしっかりとした座になってきました。去年しっかりと処理をしていたのでほとんど太根はなかったですね。表面に見える部分の根を整理していきます。ちょっと正解はわからないんですけれども、僕の感覚としては見た目がやっぱり大事だと思うので、見てかっこよくない根は切ります。で、絡んでいる根っていうのはこういった感じでほぐしていきたいと思いますので、この作業が丁寧にやる必要があると思います。大事な細い根を切らないように丁寧にやっていきます。
こういった太いところでも切るところと切らないところの基準は、かっこよさが僕の中では基準なんですけれども、基本的に浮いてしまっている根は切っています。傷のところはカットパスタを塗っています。普段ゴロ土も使わないんですけれども、今回は赤玉がべちゃべちゃだったので下に砂を敷きました。しっかりと正面を決め、角度を決め固定します。使用している用土はいつもの通り赤玉土 100% でいきます。皆様の環境に合わせて配合してください。今日はしっかりと水苔を張っておこうと思います。今日は虹が出ますでしょうか。ちょっとだけ出てましたかね。それではそろそろ5分になるんですけれども、皆様だったらこのカエデどうやって良くしていきますでしょうか。これは去年の植え替え時との比較です。どうしても気になる欠点がありまして、なんで今まで気づかなかったんだろうと思って後悔していますが、ただですね、結果その方が良かったんじゃないかなっていうふうにちょっと楽しみでもあります。次回の動画であげようと思ってますので、気になる方はぜひ見てください。気にならない方もなるほどねと、見ていただけたらと思います。
とにかく笑えれば最後に笑えれば
情けない帰り道はははと笑えれば子供の頃から同じ夢ばかりを見てだけど今になって大人になって立ち止まったりしてすべてがうまくいくはずそう信じているのになぜか焦ってぐらついてじっとバッてするけどとにかく笑えればそれでも笑えれば今日一日の終わりにはははと笑えればとにかく笑えれば最後に笑えれば情けない帰り道はははと笑えれば